まおこチャンネル。オリジナル物語。ビルビルキッキ、ひとキッキ。幸次郎は顔を上げた。いつの間にか汗をだらだら地面に垂らして、足をふらふらさせながら剣を構えている黒いタキシードの男をじっと見た。謝るだって。男は低い声で言った。そうだよ。君のお母さんのことも、国士山にマンションを建てようとしたのも、木をいっぱい切って荒らしたのも、全部僕ら人間だから。この先、僕に何ができるのかはまだわからないけど、何か大切なことに気づいた気がするんだ。だから、最初の一歩として、僕が君にできることは、ちゃんと謝ること。ごめんなさい。幸次郎は深く頭を下げた。膝に頭がつくぐらい、目いっぱい。その時、ふと何の音も聞こえなくなって、ビデオの一時停止ボタンを押したような状態になった時、突然幸次郎は強い風に煽られ尻餅をついた。顔を上げると、黒いタキシードの男の体から紫と黒の煙が悶々と立ち上がって浮上し、一気に爆発した。強い風でバランスを崩し、目が開けられない。男の姿も煙に包まれて見えなくなった。幸次郎は草原の草を掴んで吹き飛ばされないように身を縮めた。体が飛んだらおしまいだ。崖から真っ逆さま。そう思った瞬間、黒いタキシードの男を包んでいた煙がみるみると高く舞い上がり、20メートルほどのビルのように豪快にそびえたとき、煙はどっと吹き飛んだ。幸次郎は目の前の光景に青ざめた。煙が去った後、黒いタキシードの男の姿はどこにもなかった。その代わりに、煙の中から現れたのは、全身赤黒いツで覆われ、短い葉の形をした爪が生えた手と、太く幹のような足が2つ、顔がどこにあるのかすらわからない巨大なもの。幸次郎の頭に浮かんだ文字は、ただ一つ、化け物だった。思うように口が動かない。逃げようと足をばたつかせたが腰が抜けて立てない。幸次郎は振り返ってのりおの木を見た。しかし木はじっとしているだけで助けてくれそうにはない。そして再び前を向き直ったとき、化け物は野獣のように吠えて、空から倒れ込むように幸次郎をめがけて襲いかかった。化け物の頭上がパックリと割れて、巨大な真っ黒な空間が見えたかと思うと、幸次郎の視界は一気に暗くなり、なすすべもなく何も見えなくなった。闇の中で何度も体が回転し続けながら転がって、奥にぶつかったところで、今度は地面がなくなり落下した。幸次郎は悲鳴を上げた。何も見えないし、自分の声もはっきりしない。ジェットコースターの下りのような速度で、どこまでも落ちていく。このまま闇に消えてしまう。幸次郎がそう思ったとき、突然空中で体が止まった。水の中で足を曲げてぷかぷか浮かぶように、幸次郎の体は軽かった。手を伸ばして辺りを探るが、自分の手すら見えない。すると、手を伸ばしているだろうその遠くの先に、小さな白い明かりがぼんやりと浮かび、しばらく経つと消えるを繰り返している何かに気がついた。白い明かりはゆっくりと点滅し、同じところで浮かんでいる。幸次郎はふわふわした体の向きを懸命に変えて、明かりを目指して進み始めた。平泳ぎのように動かしていくと、明かりの形がはっきりと見えてくる気がした。幸次郎はひたすら闇の中を進んで、細い明かりに歩み寄った。明かりの真ん中に見えたのは、とても小さな一本の木だった。幸次郎は一目見て、それが何なのか気がついた。今行くから、待ってて。気がつくと、幸次郎は叫んでいた。明かりは変わらず、ついたり消えたりしている。目の前までたどり着くと、幸次郎は点滅する明かりの中で浮かんでいる小さな木にそっと触れた。怒ってる？友達に話すように幸次郎は言った。小さな木はくねくねと幹を震わせた。あの時、
一人ぼっちだった僕の話をいつも聞いてくれてありがとう。君の最後、ちゃんと見たよ。踏まれても踏まれても、最後まで一生懸命生きようとしていた君の姿。僕、ちゃんと見た。思い出すの、辛かったよね。あの時、何もしてあげられなくて、ごめんね。ポロポロと溢れる涙が、幸次郎の頬を伝い、水滴になって四方に散った。小さな木は弱々しく体を揺らした。僕、君に約束したいんだ。今すぐには何もできなくても、子供だって約束はできるんだよ。幸次郎はそっと木を撫でた。いつの間にか明かりは点滅をやめ、幸次郎の手を受け入れて、暖かい光を放っていた。明かりの中はとても暖かく気持ちがいい。大人になったら、緑を守る仕事について、人間と木が一緒に生きていけるように頑張る。約束するよ。君と僕は友達だから。約束は絶対に守る。守ってみせるから。幸次郎は小さな木を何度も撫でてから、明かりの中にぐいっと体を突っ込み、小さな木を胸いっぱいに抱きしめた。